さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、簡単にできるシナモンロール、こちら作りたいと思います。ぜひ最後まで見て作らないでください。では行きましょう。お願いします。はい、これ材料のお水なんですけど、ここに生クリームを入れちゃいます。で、生クリームなかったら牛乳とかにするんじゃなくて、なかったらもうお水でもいいのでお水でやってください。で、これラップをして600ワットのレンジで温めておきます。はい、これ材料の粉なんですけど、ちょっと今回手抜きでやるんで、このまま塩入れちゃいます。これ塩端っこに入れて、でイーストとお砂糖ですね。でお砂糖は今回きび糖にしてます。でこれ少し混ぜて、でイーストと塩が直接触れちゃ嫌なのでちょっと離して入れます。で今回ちょっとポイントで、これカルダモンパウダーなんですけど、もうこれ任意でいいです。入れなかったらもう用意するの大変だったら入れなくてもいいんですけど、入れるとこの後入れるシナモンがめちゃくちゃ美味しく感じます。これ結構ね技です。これもダマにならないようにここに入れて、端っこに入れてください。今これ入った状態ですね。でこれを混ぜていきます。もうね混ざればいいんで大体。はい、これ混ざったところにさっき温めた液体ですね、これ一気に入れちゃいます。でそんなにこねたりせず、この水分が粉と一緒になれば全然 OK なので、ゆっくりこう混ぜてください。はい、これある程度粉が見えなくなってきたらこんな感じですね。そしたらここにバターを入れるんですけど、さすがに冷蔵庫から出したてのカチカチじゃ困っちゃうので、少し先に測って室温に置いといてください。これを混ぜていきます。真ん中に入れて、周りの生地をこう中に入れていく感じ。はい、これバターが全然見えなくなったらこんな感じですね。ひとまとまりになるので、そしたら真ん中に寄せて、これラップをしてこうやってお湯に当てて湯煎して発酵させたいと思います。はい、これ今発酵終わったんですけど、これぐらいですね。倍ぐらいのサイズ大体でいいので、これぐらいになるまでやってください。はい、これ発酵させた生地を伸ばしていくんですけど、ちょっと下に強力粉をまぶしてくっつかないようにします。でこれ軽く手でちょっと手にも粉つけて、手でこうやって潰してもらって、でもしこれ100円ショップなんですけど、綿棒とかあればこうやって潰した方が中から綺麗にガス抜けるんで簡単かもしれないです。もう今日は手でやっちゃいます。でちょっと長方形みたいなサイズに伸ばします。はい、これ伸ばしたら、これ溶かしたバターなんですけど、これを内側に表面ですね、これ塗っていきます。でこの塗ったところにシナモンシュガーを振っていく感じですね。しっかり塗ってください。はい、これ砂糖とシナモン混ぜたやつですね。これも振りかけていきます。はい、これ伸ばしたんですけど、今これ36センチあって9等分したいんですね。でこれ普通はわーって巻いて、これパン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 切っていくんですけど、そうすると切るところがこうちょっとペチャって潰れちゃうので、これちょっと手間なんですけど先に切っちゃいます。で切った後に巻くような感じ。さあこれをあとラップして発酵させたいと思います。はい、これぐらい膨らんだら
焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。はい、これ上に塗るアイシングなんですけど、これ粉糖にお水ですね。お水入れて、でもう混ぜるだけです。これを焼き上がったロールの上にかけていきます。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これこねてないんですよ。やばくないですか。これ美味しいね。すごいふわふわ。これ作った方がいいですよ絶対。さあこれポイントのおさらいですね。これポイントはもうレシピしっかり見てもらって動画通りやってください。あとはこれめちゃくちゃアレンジが効くレシピで、今回シナモンシュガーこうやって巻いたと思うんですけど、そこにナッツ入れたりドライフルーツ入れたり、違うなんかピスタチオとかチョコレートペーストとか塗ったりしてもめちゃくちゃ美味しくできるので、ぜひそれはやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。